ちょっとバイタル落ち着けてこれてるので CT 取ってから来ます。270度の家ですけど ER とこれはいけそうですね。これいけますね。じゃあ呼吸器1回閉鎖します。出血は、来た時からあったんですけど、ちょっとどのタイミングから出てたかはっきりしなくて、明らかな外傷はなし。はい。採血出たって届いてましたか？採血、多分今ファックス届いてたと思うので、可能な限りの集中治療をやって、3日間ぐらいの中でどういう経過をたどるかっていうことになるかなと思います。これが PICU 小児集中治療室の日常です。この日の子どもは道内の地方都市から札幌まで救急搬送されてきました。 PICU は道内でここだけだからです。全身管理が必要な状況なので、こちらに搬送して集中治療をということで依頼がありました。小児の事案なので、大人の ICU よりは、子どもの、PICU でっていう選択をしていただいたというような形になります。これで消毒しちゃって大丈夫？はい。正常は悪くはないよね。そうですね。人気って感じでもない。小児集中治療の専門医、市坂祐樹さんです。全国の PICU を渡り歩き、3年前に北海道札幌にやってきました。PICU で使用する医療設備は大人の集中治療と同じもの。ただし患者の体の大きさが全く違います。じゃあ抜管しますか。今生後6ヶ月の女の子から取り外されたチューブ、人工呼吸器につながっていました。挿管チューブっていう口から気管を通して肺まで届くチューブですけど、大人用のっていうとこれぐらい差があります。PICU 以外の集中治療の施設では子ども用の医療器具の準備がないというケースもあるといいます。点滴一つとっても細心の注意を払いながらの治療です。もちろん重症の治療をするっていうことでは ICU と大きく変わりはないんですけども、相手が子どもだということで今の具合の悪い部分を抜け出すだけではなくて、今後の将来の生育ですね、そういったところも見据えて治療を進めていく、そういうことができる場所が PICU なのかなというふうに感じています。命の危機にある患者を24時間体制で治療する集中治療。代表的なのは ICU、新生児のための NICU など患者の年齢によって区分があります。 PICU は新生児から子どもが対象の小児集中治療室。ただ全国に36カ所しかなく、北海道には札幌の1カ所のみ。歴史も浅く、その整備は十分とは言えません。入れてください。 1.5 で、はい、坂見詩ちゃんも函館から札幌の PICU に運ばれてきた男の子です。4人兄弟の末っ子として生まれましたが、心臓の一部が小さい左心低形成症候群という指定難病が見つかりました。生まれてから心臓の生まれつきの病気が見つかったということですね。地元の、近隣の病院ではそういった手術をする施設がないということもあって、ヘリコプターで、緊急搬送でこちらに、紹介搬送となっています。いろんな検査でどういった心臓の病気なのかっていうのを改めて正確な判断をつけた上で翌日に手術を行っています。ちょっと起きてますね。はい。手術から15日。見えますか、顔。見えます。声しっかり聞こえてるみたいで反応しますね。話しかけてあげたらもしかしたら目開けるかもしれない。歌くん、険しい顔して。画面越しでもわかる詩ちゃんの成長。両親も一安心。
札幌の PICU は3人の小児集中治療の専門医を中心に24時間体制で患者を見守り続けています。束の間の休憩時間に同僚の心臓の専門医がこんな本音を。さが偉いよ。持ってます？さがバランスがいいですね。例えば一人の患者さんがいても心臓が悪くて、かつその呼吸の軌道が悪いとなってくると、俺たちがけど心臓のことしか考えてないから耳鼻科の人と調整してその辺を合わせてくれて、患者さんに一番いいマネージメントをトータルで見れるのが集中治療医なんで。年間250人が札幌の PICU で治療を受けますが、同時に受け入れられる子どもはたった6人です。一般の病棟から比べるとかなり看護師さんの人数とか多いとは思うんですけども、それでも今の状況だと結構ギリギリで回っているというような状況ですね。これまで全国の PICU で子どもの命と向き合ってきた市坂さんは、北海道ならではの課題を訴えます。北海道という土地が、ものすごく広い、敷地を持っていて、国土の 22%、8万4000平方キロメートルを一つの施設でカバーするというような、他から見るとかなり異常な状態ではあります。子どもの人口60万人に対して PICU のベッド数はわずか6床。これが今の北海道の小児集中治療最大の課題です。函館から搬送された坂見詩ちゃんのお父さんと2人のお兄ちゃんが見舞いに訪れました。今回はおばあちゃんのまさみさんも一緒。まさみさんは初めての面会です。嫌なの。早くすぐったい。ちっちゃかったですね。子どもたちの医療を守ってくれるそういう人たちがいるっていうことに本当に感謝したいと思ってます。目開いてたりとかね、手動いてたりとかってしてたんで少し安心しました。函館で手術できないってことだったんで、もう札幌になかったら今度多分本州とかってなる。札幌にこのね病院があるだけですごく心強いなっていう気持ち。すでに2回の手術を乗り越え、少しずつ体力をつけているうたちゃん。次の手術に向けて体重を増やすため、今も頑張っています。PICU の中で手術をすることは基本的にはなくて、手術をしてつないでもらった命を元気にお家に帰るまでの間の期間っていう場所、あとはここの PICU で治療したことが嫌な記憶じゃなくて、本人だけじゃなくてご家族にとってもいい記憶として残るような医療看護っていうのを提供できればいいなと思ってます。広大なエリアの小児医療、さまざまな課題を抱えながらも子どもの命を守る最後の砦は今日もフル稼働です。